こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスタの提供でお送りしております。コインポスタが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。入場者数がもういっぱいになるとのことで、チケットの販売が今週中に終了する可能性があるとのことですね。検討中の方はお早めにお求めください。で、この WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローは、現時点では全体でプラス 1.65 億ドルの流入となってます。1億ドル以上の流入は、8月8日が最後となってまして、約15日ぶりの大きな流入となってますね。ファンドごとではグレースケールのミニトラストから 0.5 億ドルの流入があるのが目立ちますね。これから取り上げますけども、注目されてたパウエル議長の発言、また指標が一息ついたというのもありますし、あとグレースケールの親会社 DCG がジェネシス以外の負債を全額返済したという報道も取り上げられてましたから、プラスファンダがいろいろ重なった結果なのかなと思いますね。ただイーサの方はいつも通りの展開ですね。全体でマイナスを記録してます。今回もマイナスだと7日連続の純流出となりますね。残るブラックロックに注目です。一方、香港の方はビットコイン、イーサともにゼロを記録してます。あと、オンチェーン関連では取引所のビットコインの準備金が下落傾向継続というのが話題になってます。準備金の推移は青いグラフ、ビットコインの価格は黒いグラフなんですけども、2022年1月から価格が下落し始めた時はですね、この準備金が330万 BTC ほどとなってますけども、今では270万 BTC ほどとなってます。準備金と価格が反比例する傾向になってますんで、価格上昇要因になるとされてますね。ただこのグラフは1ヶ月前くらいの値しか反映されてないんで、今現在どうなってるのかというのはまだわからないんですけども、一部では盛り上がってるようですね。ビットコインの価格は現在63,900ドルあたりを推移しております。昨日発表された指標、要人発言の方では、まず注目されてたジャクソンホール会議のパウエル議長の発言ですね。政策を調整する時期が来ていると、進むべき方向は明確であり、利下げの時期とペースは今後発表されるデータ、見通しの変化、リスクのバランス次第だというような発言がありまして、市場は9月の利下げはほぼ確定だと見込んでかですね、米金利が下落して、市場全体が上向きになったという展開ですね。ビットコインもこの時間帯、23時以降に上昇し始めてます。あと他では同時刻にですね、7月の米新築住宅販売件数も発表されてまして、予想の 62.4 万件に対して結果は 73.9 万件と、予想を上回る結果となりまして、こちらも先日から懸念されている米景気後退懸念の緩和材料とされて、楽観的になった要因になりそうですね。米国債金利は 3.801 を推移しておりまして、ナスダックが 19,720、S&P500 が 5,634、ダウ平均が 41,175、金ゴールドが 2,512 ドル、日経平均が 38,364 円、ドル円が 144.32 円となっております。個別株の方では、JP モルガンが各マイニング企業の目標株価を引き下げたことが話題になっています。最近のビットコインの価格下落とハッシュレートの上昇などを理由に挙げてますけども、ただですね、最近の弱さはいい買いのチャンスだと考えているという文言もありまして、JP モルガンのマイニング企業に対しての前向きな見方は変わってないと、市場もそこまで悲観的に捉えてないようですね。マイニング株全般、市場全体の上昇につられて上がってます。ビットコインのデリバティブの方では、オプションのコールが目立っていることから、市場は強気であるという見解が出てますね。24日、25日、26日、それらの満期はですね、プットもそれなりにあってばらついてますけども、8月末の30日満期を見るとですね、64,000から76,000あたりにコールが集中してますね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 6.03%、額としては338億ドル相当、比率として全体ではロングが 50.1%、バイナスミはショートが 52.8% と、若干上寄りになってます。今後の指標としては、8月26日にドイツの IFO 景況感、米耐久在受注、8月27日に米コンファレンスボード消費者信頼感指数、リッチモンド連銀製造業指数、8月28日にオーストラリアの CPI、イスラエル基準金利などが控えております。パウエル議長の利下げ濃厚と受け取れるような発言からですね、新築販売件数も
いい結果となってまして、指標も一旦落ち着いたこともありますし、ビットコイン単体で見ても ETF からも流入が見られて、市場は楽観的になっているのかなと思います。価格の方も昨日からですね、一時約$4000幅の上昇を見せてますね。チャートだけ見たら何度か弾かれてた62000の抵抗を超えてまして、その次の64000の攻防に入ってます。またここで弾かれて、3月からの山が右肩下がりになるとですね、また54000コースになる可能性もありますけども、62000あたりをうろうろしてですね、9月に入って大統領選を迎えると、非常にいい形にはなりそうですね。短期ではこの64000を超えて、7万ドルの攻防に迎えるかどうか、下6万ドルで耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場のどこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2760ドル、BTC 建ては 0.0431 と、昨日からは下がっております。先物の方では、OI は全体でプラス 5.8%、額としては114億ドル相当。比率として全体ではショートが 50.7%、バイナンス意味はロングが 67.0% と下寄りになっています。イーサのオプションも8月30日満期で3000ドル、4000ドルにコールが集中している状況ですね。イーサの方は BTC 建ても比較的伸びてないですけども、他アルトの方はですね、その上位アルトでも1日でBTC 建てプラス 10% とか、ドル建てではプラス 20% とか、ざらに出てますんで、また資金が入り直してるフェーズなのかなと思います。チャートだけ見たら、1月の山あたりで揉んでたですね、2600抜けて、2800の抵抗に差し掛かろうとしてますけども、ここが非常に抵抗強そうに見えますよね。で、シュワシュワいい形のように見えますけども、BTC 建ても 0.046 あたりを抜けてこないとですね、チャーターとしても楽観的にはなりづらいのかなとも思います。あとはイーサの ETF がなんとかならないのかなと、個人的には思いますね。短期ではこの2800を超えられるかどうか、下サイド2600で耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。先日、ロバート・ F ・ケネディ・ジュニア氏の大統領選撤退説を取り上げましたけども、今回そのロバート・ F ・ケネディ・ジュニア氏が正式に撤退を表明しています。ロバート・ F ・ケネディ・ジュニア氏はですね、私は両親の呵責を感じずに、スタッフやボランティアに長時間労働を続けるよう求めることはできないし、寄付者に寄付を続けるよう求めることもできないと。私はホワイトハウスへの本当の道筋があると、正直に伝えられないのだと、撤退の理由を明かしています。で、そして先日から噂されてたトランプ氏の支持も表明してますね。で、このロバート・ F ・ケネディ・ジュニア氏はですね、そのビットコイン2024で、自身が大統領になったら、米国がビットコインを毎日 550BTC 買うと宣言してですね、盛り上げてましたけども、ここで撤退となってます。で、ポリマーケットの大統領選予測では、未だトランプ氏リードとなってますけども、また差が縮まってますね。候補者の離脱から、また選挙区が変わるのか注目となってます。あと他ではクラーケンが SEC の訴訟に対して却下を要請してたんですけども、棄却されたようですね。で、これまでの流れでは SEC がクラーケンに対して無登録運営業者、またソラナ、エイダなど、アルトの証券を提供しているということで訴えてたんですけども、それに対してクラーケンが正当性がないとして訴訟却下を裁判所に要請してました。で、それが今回棄却されたという流れですね。今回判事を務めたオーリック判事はですね、SEC はクラーケンがネットワーク上で仲介する仮想通貨取引の少なくとも一部は投資契約、つまり証券に該当し、従って証券法の対象となると、最もらしく主張している。仮想通貨自体は比較的新しい金融商品だが、SEC が仮想通貨に対する規制権限を主張しようとする原理は新しいものではないと、棄却理由を述べています。で、この声明を見るとですね、その SEC が訴えてたソラナ、エイダ、アトム、ファイル、ニアとかをですね、裁判所が証券として認定したみたいな捉え方もできそうですけども、対象のアルトは現在はそこまで影響してないですね。市場全体の上昇が勝って、ドル建てで上がってます。ベア相場だったら反応しそうな事例ですよね。あとクラーケンは他にもですね、そのオーストラリアの証券投資委員会 ASIC から会社法違反で訴えられてたんですけども、それも今回敗訴の判決が下ってます。で、オーストラリアの方では金融商品を提供するときにですね、あらかじめターゲット層の指定をしなければならないそうなんですけども、それを怠ってたと、罰金か差し止め命令が下る予定とされてますね。クラーケンは最近、業績好調のイメージありましたけども、厳しい展開となってますね。その後の進捗にも注目ですね。
あと他では PayPal とアンカレッジが提携して PYUSD の利回りを報酬として支払うプログラムを開始することを発表しています。これはアンカレッジが提供しているセルフウォレット、ポートで提供されるということですね。PYUSD はここ1ヶ月で総供給量が 64% 増となってまして、最近話題になったトロンの USDT を抜いて、ステーブルコインの中では5位の位置に浮上してます。企業 PayPal のステーブルが覇権を奪う時は来るのか注目ですね。あとここからアルト関連になります。昨日発表されたソニーのソニウムがグローバルでも話題になってますね。オプティミズムの OP スタックで構築された イーサイレツ。提供はソニーグループとスターテイルの合弁会社ソニーブロックソリューションズラブスとなってます。ソニーが抱えている既存ユーザーへのアプローチが期待されてますね。現在テストネットリリースに向けて準備中とのことです。で、海外の各メディアもですね、アスターの創設者、渡辺壮太氏がディレクターを務めていると報道してまして、アスターも一時的に上がってますね。この大手が直接チェーンをリリースする展開、大体予想ついてたと思いますけども、現在アスターホルダーも結構盛り上がってますが、私はそこまでアスターホルダーが楽観的になれるファンダでもないのかなと、今のところは思ってますね。何年か前にも言ったかもしれないですけどね。この件に関しては賛否ありそうなんで、またメンバーシップ動画で話そうと思います。ソニウムの今後の展開にも注目ですね。あとアメリカ DAO が新たなガバナンストークンへの移行を発表してます。新たなトークン名はニューゴブトークン NGT。また新たなステーブル、ニューステーブルも発表してます。交換比率は1メーカーに対して24000NGT、1台に対して 1NST となってます。ガバナンス参加者の増加を狙っているようですね。メーカー DAO は先日、ラプド PTC 担保の新規受付停止などで話題になってましたけども、また新たな展開となってます。最近 ARB のシステム変更なども話題になってましたけども、DeFi ステーキングプロトコルの動きが激しくなってますね。メーカーの価格は現在2133ドル、BTC 建ては時価総価は53位です。現在単独では強くなってないですけども、その後の展開に注目ですね。あとその他リリース関連では、流動性を最適化するためのモジューラ系プロトコルのカーバンスがテストネットリリースを発表しています。トークンはまだリリースされてませんが、CVE というシンボルはもう出てますね。こちらも上場となるんでしょうかね。その後の進捗に注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。